こんにちは。今回は大きな鉄鍋が欲しくて30センチ径のものを買ったんですけど、合う蓋がなかったので自作してみたいと思います。かっこいい。油返しとか使い方がいろいろあるみたいだけど、うまく使えるかな？リバーライトさんというところがレビューが良かったので、このブランドから選びました。価格は Amazon で6055円でした。うまく使えたらこのシリーズで卵焼き用とかすべて揃えたいと思います。出来上がった料理はすぐ別にお皿に移さないといけないらしいので、蓋が本当に必要なのか疑問に思ってきましたけど、とりあえず作っていきます。材料は高かったですけど、耐久性のあるヒノキを選びました。近くのホームセンターで 1820×200×25mm で3436円でした。幅が足りないので、とりあえずカットした2枚を貼り合わせます。合わせ面によく切れる竹用の 8mm の切りで深さ2センチくらいの穴を開けていきます。使用するボンドは食品に接するものにでも使えて、耐水性のあるタイトボンド3を使います。食器などに使えるボンドは毒性がないものではないといけないので、ほぼこれしか選択肢がないですよね。アメリカの認可を受けているらしいので安心なのかな。ダボももちろん材質を合わせてヒノキを使用します。あとはタイトボンドを全面に塗って貼り合わせていきます。なんかすごく硬くて苦労しました。クランプで力任せに締め込んでなんとか貼り合わせました。よし、これで一晩待ちます。綺麗についてる。とりあえずボンドの汚れを取って滑らかにしておきます。次に簡易的に作ったコンパスで円を描きます。見えづらいですけどちゃんと描けてます。あとは円通りにカットしていきます。ジグゾーが不調なので丸ノコです。丸ノコの方が断面の90度が出やすいので意外と好きです。後で削るの大変ですけど。
ジグソー買おうっと。なるべく高くにカットしたので、あとはサンダーで磨いていきます。よし、綺麗な丸になったかな。次に取っ手部分を差し込んで接着したいので、その溝をけがいていきます。ルーターで掘るときにささくれないようにカッターで毛書き線をなぞっておきます。6ミリのストレートビットで深さ5ミリ掘りました。もうちょっと深くてもよかったかな。もっと広い系のビットがあれば楽だな。なんかのみの入れ方おかしいけど、一応接着面を滑らかにしておきます。ゆるい。次にルーターで角という角を面取りしておきます。取っ手の形はいろいろな画像を見てこんな感じにしました。ただ角をカットしただけですね。取っ手を接着する前に全体を磨いておきます。まずは120番から始めて400、800と磨いていきます。サラサラになればなるほど耐水性が増すので、なるべく丁寧に磨きました。さあ、ようやく取っ手を取り付けていきます。木の反り防止にもなると思うので、木目と直交する形で取り付けました。よし、また一晩待ちます。最後にオリーブオイルで表面の保護をしておきます。なんとか綺麗にできました。そういえば木の表裏を考えるの忘れてたけど、いいのかな。
さあ実際にセットしてみようかな。バッチリ。蓋を市販のものより分厚く作ったので、これで米を炊くと美味しいかも。コンロに置いた感じもいい感じにおしゃれです。早速油ならしでもやってみようかな。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。これからも DIY を続けていきますので、ぜひご覧ください。